AI に質問してみたけど、なんか全然トンチンカンな答えが返ってきて、ってなったことありませんか？今回は AI からいつでも、そうそうこれこれっていう答えを引き出す簡単な対話術を解説していきますね。ですよね。一生懸命質問を考えたのに曖昧だったり、全然関係ない答えが返ってきたりすると、本当がっかりしちゃいます。でも実はそれ、あなたの質問の仕方が悪いっていうわけじゃないんですよ。見てください。指示の出し方一つで AI の答えってもうこんなに変わるんです。左みたいにふわっとお願いしちゃうと AI も困っちゃうんですけど、右みたいにゴールはこれだよって具体的に教えてあげるだけで、あなたの意図をちゃんと汲み取ってくれるようになるんです。そうなんです。AI から良い答えを引き出すのに、特別な呪文みたいなのとか、専門知識とか、そういうのは全然必要ないんです。これってつまり誰でも学べる、ごく普通のコミュニケーションスキルの話なんですよ。で、今回の解説の肝はまさにこの考え方なんです。AI をあなたのチームに新しく加わったすっごく優秀でも記憶喪失の新人だと思って接してみてください。では早速、最初のテクニックです。これは新しいチームメンバーに最初の仕事を頼む時のブリーフィング、つまり仕事の説明会みたいなものだと思ってください。新入社員と同じで、 AI はあなたが何をしたいのか、その背景を何にも知りません。あなたが教えてあげないと文脈を理解するっていうのは無理な話なんです。じゃあ、明確さって何かというと、この3つの要素からできてます。まず、何のためにやるのかっていう背景。それから、誰にどんな感じで伝えたいかっていう具体性。最後に、どういう順番でやってほしいかっていう手順ですね。曖昧な指示って思わぬミスにつながりがちです。例えば、左みたいに、よろしくって丸投げすると、顧客情報をうっかり消し忘れちゃうなんてことも。でも右みたいにステップ1、2、3で手順を教えてあげると AI はミスなく正確にタスクをこなしてくれるんです。なので次に AI に何かお願いするときはぜひこのチェックリストを思い出してみてください。これを伝えるだけで AI のパフォーマンスはもうびっくりするくらい良くなりますよ。さて、明確な指示ができるようになったら、次はもう一歩進んだテクニックです。言葉だけで説明するんじゃなくて、お手本を見せる。これをやるだけで AI の理解度は全く違うレベルになります。新しい同僚に仕事を教えるときも、完成形はこんな感じねって見せてあげるのが一番手っ取り早いですよね。AI も本当にそれと全く同じなんです。なんで例を見せるのがそんなに効くんでしょうか。それは AI の多分こうだろうっていう推測をなくせるからなんです。お手本があることで AI はあなたが求めるスタイルとか構成を正確になるほどって理解して、それを再現してくれるようになるようになります。たった一つの例がこんなにも大きな違いを生むんです。例がないと AI は左みたいにただ情報をダラダラと並べるだけになっちゃう。でもフォーマットの例を一つでも見せてあげると、右のように完璧に整理されたリストを返してくれるんですよ。じゃあ、どんな例がいいんでしょうか？ポイントは、まずそのタスクに直接関係があること。そして、いろいろなパターンをカバーしていると、もっと応用が効くようになります。何より AI が迷わないように、明確で分かりやすい例を準備してあげることが大事ですね。さて、ここからはさらに高度なテクニックです。単なる作業じゃなくて、論理的な思考が求められるちょっと複雑な問題に AI と取り組む方法を見ていきましょう。これって優秀な同僚に難しい問題を解いてもらうときに、どうやってその結論になったの？ちょっと考え方を教えてって、途中式を見せてもらうようなものですね。で、ここからがすごいんですけど、このめちゃくちゃ強力なテクニック、使い方は信じられないほど簡単なんです。あなたの指示にたった一言、ステップバイステップで考えてと付け加える。ただそれだけです。見てみてください。左側は一見それっぽいけど根拠がよくわからない表面的な答えです。でも、ステップバイステップで考えてと加えただけで、AI は右のように計算のプロセスやリスクまで考えたはるかに深い分析をしてくれるんです。氷山の一角だけじゃなくて、その下にある全体像まで見せてくれる感じですね。この思考の連鎖を促すアプローチは答えの精度を上げるだけじゃありません。AI がなぜその結論に至ったのか、私たちも理解しやすくなるんです。複雑な作業を任せるときにはすごく効果的ですよ。
それでは最後に、これまで見てきた重要なテクニックを明日からすぐ使えるツールキットとしてサクッとまとめていきましょう。この解説の要点は、この4つのスキルに集約されます。AI をマネジメントする感覚で、明確な指示を出し、良い例を示し、そして必要に応じてじっくり考えさせる。これが AI との対話を成功させる鍵なんです。忘れないでください。これらは何か特別な技術とかハックとかじゃないんです。あなたを AI の単なる使い手から AI を自在に操る指揮者へと変える強力なコミュニケーションの力なんです。つまり AI との対話って結局は人との対話とすごく似てるんですよね。あなたがより良いコミュニケーターになればなるほど、あなたの AI という同僚はあなたのために最高の仕事をしてくれるようになるということです。